こんにちは、まみきさんです。日本での個展を無事終えてスイスに戻ってきています。今回はそのジュエリー店の様子を少し感想などお話ししながらお伝えしようと思います。人気のあったアイテムなんかもご紹介できればと思います。日本に着いてから開催日まで割と日にちがあったので、いろいろとシミュレーションしたり制作以外の準備に時間を費やすことができました。例えばシリーズの説明文を考えて印刷してそれを壁にかけられるように羽根パネに貼ったりしたり、あとプライスタグを作ってそれぞれの商品につけたりという時間がしっかり取れました。ただ時間がある分いろいろと心配や緊張で落ち着かない日々ではありました。で心配性の私なのでギャラリーの方にお願いをして前日ではなく2日前に設営ができるようになったので前日はゆっくりできて少し気持ちを落ち着かせるために海を見に行くこともできました。会場は葉山一式にあるギャラリーヨロ、クラフトビールバータッドと中扉でつながっています。ビール片手に気軽にギャラリーと行ったり来たりできる空間。2021年と22年のミラノジュエリーウィークに出品した作品と掲載誌を展示したコーナー。大きなスペースにはマンモスの牙シリーズとカルロスシリーズをメインに満月や金魚など自然モチーフがデザインとなったアイテムが並ぶ。奥にはピエロの涙シリーズがメインとなって、ジャグリングボールやスピン、ドロップスが並びます。初日タッドでのオープニングにはメスカルとテキーラを出すポップアップバーの山頂さんがエキゾチックなアテを用意して入ってくれました。セビーチェとスモークドササミ。土日を2回含む日程にしたのでご夫婦カップルでいらっしゃった方が多く、男性が奥様やお嬢さんに購入されたりご自身に購入された方も結構いました。普段からインスタや YouTube などを通して見てくださっているたくさんの方が来てくれました。実物を見てみたかったんだよねとか、あ、これこれとか、商品名を覚えててくれている人もいたり、皆さんちゃんと見てくれているんだなと感激しました。YouTube でコーデに使うアイテムをしつこく同じものにしたりしてるのは飽きられるかなと思うこともありましたが、しつこいぐらいの方が覚えてもらえるのかもしれない。翌日、常連さんの青木さんがお手製のもつ煮込みを差し入れしてくれました。こんなところに木の妖精がいる。今までいろいろ購入してくれている友人たちのコーデ、手元と首元、そして耳元。29日は福田餃子さんがポップアップで入ってくれました。
ハンドチョップされた肉が入ったしっかりと味付けされたオリジナリティある餃子でした。後日購入してくれた友人たちに会った時の皆さん、マンモスの牙や満月、金魚など仕上げに一つ一つ、テクスチャーを手で施したっていうようなデザインのものが人気でした。制作過程を知らなくってもやっぱり手作業で作られているものっていうのは自然とみんなに伝わっているんじゃないかなというのを感じて、その辺もとても嬉しかったです。満月シリーズはいろんな方に注目を浴びていました。月は日本人にとって魅力的なのよって皆さん口を揃えて言ってた。満月ペンダントはもともとはスイスで何回か出店しているハンドメイドマーケットみかん市で日本の心を形にしたネックレスをスイスの人たちに伝えたいと思って作り始めたものになります。考えてみたらスイスでも日本の方たちにしか響いていないことに気づいてしまった。以前にドロップスシリーズ紹介動画に登場したドロップネックレスのポリッシュ仕上げのみを複数用意して持っていったのですが、すべて完売しました。こちらも型ではなく一つ一つ裏から叩いてふっくらとした雫になるよう作っているので、仕上がりに多少個体差があるのですが、ハンドメイド感があるデザインが引きつけるのかなと思ったりもしました。で今回在庫が足りなくなってしまうぐらい、そして大玉でいただいて帰ってきたピアスがこちらの超ロングピアス。もう分かるよ、みんな長いの好きなんですよね。でこれシンプルだけども程よくキラキラと光って存在感を発揮してくれるチェーンなんで結構重宝するんですよね。普段使いもできるしちょっと夜のお出かけなんかにも使えるようなアイテムだと思います。意外ではあったけれどもやっぱりなっていうようなアイテムです。結構人気があってもうちょっと用意すればよかったなと思いました。で盲点はですね、私のコレクションの中にイヤリングがないということなんです。いらしたお客様の中でこのピアスのデザインとっても好きなんだけれども私耳に穴が開いてないのでイヤリングしかつけられないんですっていう方が結構いらして、本当に考えていなかったですね。私が10代の頃はもうピアスがつけたくって耳に穴を早く開けたいっていうのがみんなの中でよく流行っていて、高校卒業した途端にみんな耳に穴を開けたぐらいなんですよね。親よりも上の世代の人たちがほとんどイヤリングっていうイメージが今まで続いていて、で日本ではイヤカフが豊富に出ている分若い子たちももう耳に穴を開ける機会っていうのがないっていうことも言っていました。なのでこれからちょっとイヤリングを研究して作っていこうかなとも思いました。今回の個展のイメージに使ったカルロスシリーズ、見に来てくれた皆さんがカルロスシリーズの説明文を読んではクスッと笑ったりとか、カルロスなんて口ずさんでる人もいたりして結構微笑ましかったです。カルロスちゃん、ちょっとした有名人というか有名な鶏ちゃんになりました。でこちらの最初に作ったカルロスピラミッドネックレスは今までは黒い石のタイプしかほぼ売れていなかったんですね。ですが今回は特に好みが集中することなくそれぞれのタイプが売れました。普段ここにいると自分のやっていることが果たして正しいことなのかという
ことを考え始めると不安でたまらなくなるっていうことがよくあるんですけれども、今回見に来てくれた人たちのいろんな反応を見て自分への自信へとつながりました。たくさんのエネルギーをもらいました。本当にやってよかったと思っています。このような場を設けてくれたギャラリーのオーナーであるレイちゃんにとても感謝しています。今回のジュエリー店の間1ヶ月以上実家に滞在していたんですけれども、娘とはいえやっぱり普段いないものがいるとなると生活のリズムを崩させたりいろいろと緊張感も与えていたんじゃないかと思います。で留守中スイスの家族にも負担をかけたんじゃないかとも思っています。で今回一番不安だった集客ですがやっぱり日本での展示会であって、しかも個展となるとどうやってみんなに来てもらえるかなっていうのを考えるとちょっと怖くなって、友人や知人にたくさんお声掛けをしてもらって、本当に関わった全ての方の協力なしでは成立しなかったんじゃないかと思います。とっても皆さんに感謝しています。今クリスマスの次の日に撮ってるんですけれども、今回家族から送られたものがあります。こちらです。こちらはローズ系用のバーナーの先っぽの部分に当たるものなんですけども、今まで使ってたものは30年ぐらい前のもので、最近も圧が加わりすぎて炎の調節ができなくなってきていたので、ちょっと指に力を加えながらゆるく炎を出したりとかっていうのを手で調節しなきゃいけなくて大変だったんですけども、そんなこともあって買ってくれたんじゃないかと思います。なのでますます制作をしなければというかしたいなという気持ちになりました。これからも可愛いものをどんどん作っていこうと思います。2025年最後にポジティブな気持ちになれて本当に良かったです。みんなありがとう。今回間に合うといいんですけれども、2025年最後の動画になります。皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。そして来年もまたどうぞよろしくお願いいたします。まみさんでした。